皆さんこんばんは、ゆうです。皆さん、突然ですが一番好きな食べ物って何ですか？私の一番好きな食べ物といえば焼肉なんですけど、一番好きとは別に定期的に食べたくなるもの、それが餃子なんです。ってことで今日は肉汁製作所ダンダダン酒場にやってきました。なんか私の中で焼肉とラーメンの次に定期的に食べたくなるのが餃子と焼き鳥なんですよね。ここのダンダダンは初めて来たんだけど、とりあえずまずは餃子とビールを頼んで乾杯。ダンダダンの餃子は大きめでもっちりしてて、溢れ出る肉汁がたまらない。これやばくないですか？ってことで早速食べてみると、こりゃあつまみにいいんです。なんかここの餃子はね、あんに味がついてるからそのままでも美味しく食べられるみたいなんです。そしてビールにも最高に合う。醤油はつけずにラー油と酢だけで食べると酸味と辛みがプラスされて、これがまた美味しいんですよね。でも餃子って必ず醤油をつけて食べるイメージだったから、ちょっと不思議な感じがしたんだけど、ダンダダンの餃子はつまみにも合うようにって研究された合わせ調味料が入ってるらしいんですね。道理でお酒も進んじゃうわけだ。そしてお次は居酒屋といったら定番のもつ煮。これもプリップリのもつがたっぷり。ダンダダンのもつ煮はシンプルな味付けなんだけど、大きめな豆腐が入ってるのが特徴。もつ煮の味も染みてて、これもビールに合っちゃうんです。臭みもなくて万人受けのもつ煮だからどんどん食べられちゃう。そしてビールも完飲です。さあ次に来たのはピータン。皆さんピータンって食べたことありますか？これアヒルの卵なんですが、独特な癖があって美味しいんですよね。最初はうわー何この見た目、ちょっとグロすぎって思ってたんですが、卵の味をさらに濃くした感じで食べているうちに癖になってくる。なんか昔はこういう癖のあるもの苦手だったんですが、お酒飲むようになってから癖のあるものを好むようになりました。そしてもつ煮が大好きすぎてスープまで完飲しました。さあ次にやってきたのはやや辛いもやしです。ややってどのくらいの辛さなんだろうと思ったけど、これがちょうどいい辛みでした。なんか肉味噌の味がしっかりもやしに絡んでて、こりゃあ酒飲みみんなが大好きな味だと思いましたね。やっぱりもやしって可能性無限大ですよね。もやしナムルも大好きだし、最近家ではもやしをレンジでチンして、そこに鶏ガラとラー油をかけるだけの簡単おつまみを無限に食べてます。さあお腹も整ってきたところで、お次にやってきたのはこのまんまるちゃん。中を割ってみると、なんと餃子がたっぷり。こちらは手羽先餃子です。塩コショウにちょっとつけて食べると、これがうますぎでした。いやこれはやばすぎでしたね。美味しすぎてお酒が進みすぎて、こりゃあ悪魔的なものを作っちゃいましたね。熱々揚げたての手羽先は外がカリカリで中はジューシー。そしてさらに中の餃子のあんはお肉と野菜の量が半々でちょうどいい。もうこんなすごい組み合わせ誰が考えたんですかね。そして手羽先の中にどうやって餃子を包んでるのか、謎が多すぎる食べ物だけど美味しいのには間違いないです。これは絶対嫌いな人はいないですね。さあところで皆さん、新年明けましたけど年末年始はいかがお過ごしでしたか？私は年末に仕事が終わって速攻飲みに行き、もうずっと飲んでましたね。体内にお酒がない時間がなかったと言っても過言ではないくらい常にお酒を蓄えてましたね。そのせいで年末年始だけで2キロ太ったんですが、そろそろダイエットしないとまずいですかね。でもお酒はやめられないし、これが本当に難しいんです。誰かお酒飲みながらいいダイエット方法を知ってたら教えてください。さあこの見るからに美味しそうすぎるもの、次にやってきたのは馬刺しユッケです。そして大好きな卵トロトロタイム。
この洪水のようにあふれる卵の黄身がたまりませんよね。卵とタレをたっぷり絡ませて馬刺しをいただくことに。食べるとこれがやばかったです。口の中に柔らかすぎる馬刺しがとろけました。脂と赤身のバランスがちょうどいい馬刺しは甘めのタレとよく絡んでて、さらに卵でマイルドさもプラスされてて、こりゃあ美味しすぎるのよ。この美味しさには驚きでついつい箸が止まらなくなっちゃいましたね。馬は見るのも好きだけど食べるのも好きで、私の人生を豊かにしてくれる生き物ですね。そんな感じで食べ進めていたんですが、なんかさらにがっつりした揚げ物とかを食べたくなっちゃって、ちょっと移動して2軒目に行くことに。ってことで次にやってきたのは焼き鳥日高です。焼き鳥日高は焼き鳥はもちろんちょい飲みにぴったりなものとか揚げ物もあるので、早速注文。早速ハイボールで2回目の乾杯。でもうすでにめちゃくちゃ料理来ちゃってるんですが、提供スピードが速いのも日高屋系列の良さですよね。でもまずはイカの茹で刺しを食べることに。なんかこういうイカっていくらでも食べられちゃいそうなんですが、こうやってちびちび食べながらお酒を飲むっていうのもいいですよね。そして焼き鳥日高といったらやっぱり焼き鳥ってことでネギマを頼んでみました。焼き鳥のお店ってだけあって焼き鳥はやっぱり美味しかったです。柔らかい鶏肉と焼き鳥のタレってなんでこうお酒に合わせたくなるんでしょうかね。シャキシャキのネギがいい箸休めみたいな存在で、そんなところもネギマの良さ。でね、日高屋に来るとなんか毎回頼んじゃうのがこの揚げニンニクなんだけど、この辛味噌との相性ももちろん抜群だし、もちろんハイボールとの相性も最高ですよ。そして私が好きなのはこの塩をちょっとつけて食べるニンニク。やっぱりこれがニンニク本来の味が感じられて、美味しいよアピールしてるけど結構美味しいんですよね。ニンニク揚げ、ニンニク好きな人にはぜひおすすめしたい一品です。でも明日仕事とかだったらおすすめはできませんけどね。そんな感じでハイボールも完飲し、お次はおしゃれにウーロン茶でしょうか。はい、そんなわけないですね。ウーロンハイです。なんかウーロンハイとか緑茶ハイってヘルシーな感じがするのは私だけでしょうかね。さあ、そしてここからは食べたかった揚げ物パラダイス。コロッケにソースをたらりして思い出したんですけど、コロッケに醤油派がいるって皆さんご存知でしたか？コロッケはソース一択かと思ってたら醤油をつけて食べてる人をこの間見かけてめちゃくちゃびっくりしたんですが、今見てる人の中でも醤油派の人いますかね？それでね、このコロッケはもういい意味でシンプルな王道コロッケでした。こんなコロッケだろうなって想像したのを絶対裏切らない。さらにからしがついてるのが分かってるって感じで、からしをつけるとちょっとツンと鼻に抜ける辛さと風味がコロッケの良さを生かしてるんですよね。いやもうね、コロッケが美味しすぎて思わず美味しいと伝えたくなったようですね。そんな感じで揚げ物第2弾は大好きな春巻き。しかもこの春巻きサクサクのチーズ春巻きなんです。このチーズ春巻きには醤油を合わせて食べてみるとこれが美味しかったんです。パリパリの皮の中からあふれ出るとろっとしたチーズ。私チーズのとろけ方って結構重要だと思うんですが、これは本当にちょうどいいの。今日は2軒はしごしましたが、どっちもそれぞれの良さがあって楽しかったですね。ダンダダンは若者が多くて賑やかな感じで、焼き鳥日高はお酒の先輩のお兄様が多い感じでした。
気分や食べたいものに合わせてお店を選ぶのもいいかもしれませんね。それでは今日の動画はこの辺で。皆さん本年もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さーて、再来週のゆうさんはゆう仕事したくない、新年会後に一人二次会、やっぱり締めはの3本です。お楽しみに。